ジャズで生活の彩ろ。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイだけです。ということで今日はインクレディブルジャズギタリストウェス・モンゴメリーから学べウェス・フレーズやっていきましょう。はい、という感じですごい爽やかなフレーズですね。さてこのフレーズ一体ウェス・モンゴメリーどうやってやってるんだ、指板をどうやって見たらいいんだっていうのをこれからゆっくり解説していきますので最後までお楽しみください。ではまずこのフレーズどのキーでやってるんだ。はい、 B フラットメジャーのキーでやっております。ということは c マイナー2度マイナー F7 5度7 1度 B フラットメジャーという感じですね。ではいきなりフレーズに行かないでもうちょっとコードを深掘りしていきましょう。これを意識的にやることによってこのフレーズがより自分のフレーズになっていきます。でこちらについて興味があるよって方がおりましたら僕が以前アップロードしたフレーズの練習の仕方という動画でどえらい詳しくやっておりますのでこちらではもちろん簡単に説明していきますのでとりあえずやっていきましょう。ジャズの応用力これを身につけるためにもうちょっとやっていきましょう。何をやるんだと、コードフォームをやるんかと。はい違います。このコードどういう響きが鳴っているんだっていうのをしっかり頭の中に入れます。C マイナーね、マイナーなので暗い雰囲気がしますね。でコードが進行していくもんでマイナーからセブンス2、5どういう変化があるか、ね、で5度から1度ドミナントモーションどういう感じかっていうのをまず頭の中に入れておきます。たったこれだけで信じられないと思うんですけれども少しの意識ですがフレーズがより応用が効くようになっていきます。はいという感じでちょっと余分にやってみましたがこういう感じで楽しみながらコンピングなどしてみてください。で難しいよって方はもちろん四つ切りでも全然構いません。はいというわけで大変お待たせしました。それではフレーズの解説いきましょう。でこちらチラチラ見えとるフレーズを練習する大事な3つのポイント、その中でスケールございますね。どのスケール使うんだと。はい基本的にはモードスケールを扱っていきます。でまだモードスケールようわからんよって方お見えになると思います。この僕が以前アップロードしたモードスケールについての動画がございますのでようわからんよっていう方はぜひ見てください。もちろんこの動画では簡単に説明しながらやっていきますのでこの動画が終わった後見てください。では1つ目コードポジションね、ギターと同じ音が違う弦でもね弾けてまうんですけども基本的にどこでフレーズが弾きたいかっていうところを探っていきます。この辺で弾きたければ5弦でいいんですけども今日はここ6弦でやっていきます。なのでここポジション見てくださいね。でこのポジションを見た上で2つ目コードトーン1マイナー3 5 7 1マイナー3 5 7 1となってます。でこのコードトーンっていうのはコードを作る上で大事な中心となる音ですのでこの大事な音をつなぐという感じでスケールですね。でドリアンスケール C のドリアンスケールになっていきます。1、2、マイナス3、4、5、6、7、1、2、マイナス3、4、5、6、7、1となっていますね。ちょうどコードトーンの間に入っているというような感じですね。ということで C マイナーで使える安全な音が分かりましたのでこれらを基準にしてフレーズやっていきましょう。最初1拍半休みでワンツーといきます。で8分でその後3連符ね。3連符を使うとちょっと緊張感が増しますね。でその後8分8分という感じです。最初どの音からワンツーナインスからマイナーサードにアプローチして5度7度ナインス4度という感じですね。なので基本的にコードトーンいってあとは3度そのまま重ねていくという感じです。なのですごいジャズらしいね3度重ねの爽やかなフレーズです。このナインス最初に引っ掛けてからっていうのがポイントですね。ナインスが肝になってきます。こういうコードが実はフレーズ弾く時になってるんですね。で最後さっきやったスケールコードトーンの枠を外れましたね。そういう時はここの C マイナーを見ながらオクターブ上のこっちこのポジション10、12、11、11のポジションに小指これ13フレット足すとここになるのでここからここのコードの形に移ったんだという認識では次 F7 いきましょう。フォームこの辺ですね。ではコードトーン135713571となってます。で次ミクソリディアンスケールですね。
123456712345671となっていきます。ではフレーズいきましょう。1,2,3,4,1となりますね。 C マイナーのヨドから全音下げたらこうセブンスになるね。 F7 うまくできてますね。でここからセブンス13フラット13ね、オルタードテンションになりましたね。でメジャーサード行ってシャープ9行ってこっちのフラット91度7度と行きたいですが、こっちのフラット9も見えておくとすごい便利になってきます。こっちだともう低い方ねいきますが、こっち行くともう高いとこ行けるじゃないですか。ね、こっちにもアプローチできるようにするとよりアドリブの表現が広がってきます。でこっちの場合はもう形ですごい見えやすいよね。もうこっちの場合は諦めてここにオクターブ上のルートがある。でその半音上だっていう形で無理やり覚えちゃいます。ね、では最後ポジションはここ見ていきましょう。オクターブ上のここですね、4弦ルートではコードトーン1357135ね、この辺見ておく。で次スケールアイオニアンスケールです。B フラットのメジャースケールです。12345671234 5この辺まで見ておきましょう。ではフレーズいきましょうという感じです。と F7 ね、たどり着いた先はうまいことここ B フラットメジャーのサードになってるんですね。なのでいきなり、ね、変わったっていうのが分かりますが、少しうろうろしますね。ここからオクターブ上のヨド行きます。ナインス行ってセブンス行って6度行って5度フラット5度シャープ11 5度1度と行きます。寄り道します。素直にトニックには帰らないというウエスの、ね、意思を感じます。知らんけど。なのでこういういきなり高いとこ行くとうわってなりますよね。すごい聞いてて楽しいですね。ここからこれは6度に対するアプローチだということですね。なので素直に行かないぞ。ヨド行ってナインス行ってアプローチ行ってここでも最後悪あがきしてね1度にたどり着くという感じですね。ということでフレーズの解説はここで終わりましたが、まだ終わってはいけません。では何をするんだと。でまだ今一つのポジションでしかやってないね。これを他の指板でやることによっていろいろなところで同じフレーズが弾けることによって指板が広く見えるようになってきます。という感じで何度かうまくできましたね。なのでいろんなポジションでいろいろ試してみてください。でもまだ終わらんといてちょうよ。なんでだと、今一つのキーでしかやってないよね。だもんで他のキーでやろうまい。12キー全部やれとは言わない。忙しいの知ってますもんでね。ということで今は C メジャーのキーでやりました。なので Dm2G751 という感じですね。低いところでやりましたね。最初の例と違うところでやりました。でまた意外と C のキーって物事フラットに見えるのですごいおすすめのキーとなる。ということで最後に僕が2回しアドリブ適当にしてみました。で最初僕適当にやってその後にウェス・モンゴメリのフレーズにつなげました。
はい、いかがでしょうか。こんな感じでね、自分のフレーズからウエス・モンゴメリ、ウエス・モンゴメリから自分のフレーズという感じでいろいろ混ぜて試して遊んでみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。特になんとも思わなかったよって方がおりましたら補助輪とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで小さい時補助輪の片側だけ外されて、練習させられていた私レイだけですけども、Facebook、Twitter、Instagram などですねどえらい低頻度でやっておりますのでそちらの方もぜひともフォローしていただきつつお皆さんはよなんか書きやと、コメント欄で私レイだけをちょっといじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様日頃から温かい応援いつもありがとうございます。で最後にですねスーパーサンクスなどしていただけると私レイダーキのテンションがただただ爆上がりしていきますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。